こんにちは、月島です。前回、実機の VU メーターフォレノを開封レビューしました。今回はプラグインの VU メーターのレビューをしつつ、ミックスの基準とメーターの活用法について見ていきたいと思います。ミックスバランスの取り方や音圧の上げ方に悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。目次です。VU メーターとは、ウェーブスの VU メーター、基準点を設ける、プラグインのメリットとデメリット、最後にまとめと次回予告です。VU メーターはボリュームユニットの略です。特徴は3つあります。針の反応速度は300ミリセカンド 0.3 秒であり、平均的な音量レベルが表示されます。DAW のミキサートラックに表示されるのは基本的にピークメーターであり、これは瞬間的な音量レベルが表示されますので、VU メーターとは全く別のものになります。VU メーターは人間の耳で聞いた音量感に近い針の動きをしてくれます。VU メーターを使用することで音の音量差であるダイナミクスを確認することができます。以上3つの特徴と利点があります。メータースケールは左から見てマイナス20デシベルから0デシベルが黒く表示され、0デシベルからプラス3デシベルまでが赤く表示されています。右上にはクリップインジケーターがついています。トラックの音量がクリップした時に赤く点灯します。メーター上部に S、M、L とボタンがあります。画面の表示サイズをそれぞれ変えることができます。その隣がヘッドルームを調節する欄です。ここでミックスをする上での基準点を決めますので、重要なところになります。1デシベル単位で設定できますので、使い勝手が良いです。デフォルトはマイナス18デシベルです。その隣はグラフィックディレイの調整です。ここは特に触ることはないと思います。VU メーターは必要があれば各トラックに入れても良いのですが、基本的にはマスタートラックの最後に1つ入れれば良いと思います。このプロジェクトではマスタートラックに2つ VU メーターが入っていますが、これには理由があります。上の方はミックスバランス用に監視する VU メーターで、下の方は音圧上げ用に差し込んだものです。音圧上げ用の VU メーターはリミッターの後に入っていて、音圧を上げた後の音量を監視できるようにしています。この基準点については次の章で見ていきます。VU メーターを使用する上での基準点について見ていきたいと思います。前回の動画でも触れましたが、基準点の取り方は人それぞれですので、私の考え方は参考程度にご覧ください。ミックスバランスを取るときは、私はヘッドルームを18、つまりマイナス18デシベルに設定しています。ウェーブスの VU メーターだとデフォルトの設定です。トーンジェネレーターでマイナス18デシベルに設定したサイン波を出すと VU メーターが0デシベルを指します。私は実機の VU メーターもこの設定にしています。この状態にしてキックの音がマイナス7からマイナス5デシベルくらいに針が触れる音量に調節してミックスを開始します。キックのトラックを再生します。これ以降、キックの音量は動かしません。
他の音を重ねていった時にキックの音が小さいと感じた時は、キックの音を上げるのではなく、他のトラックの音量を下げてバランスを取ります。そして全ての音を出した時におおよそ 0dB くらいで針が触れるようにミックスできていれば、その楽曲のミックスはうまくいっていると思います。全ての音を出して再生します。だいたい 0dB 付近で動いてくれていましたので、うまくできていると思います。納得のいくミックスバランスが取れましたら、次にリミッターやマキシマイザーを使用して音圧を上げていきます。その時に VU メーターの基準ヘッドルームを変更します。私の場合はヘッドルームの数値を9-9dB で見ていくことが多いですが、楽曲によっては6で見ることもあります。トーンジェネレーターで -9dB に設定したサイン波を出すと VU メーターが 0dB を指します。リミッターやマキシマイザーをかけた後は針の動きがヘッドルームが9の場合は0からプラス 2dB くらいの間、6の場合は 0dB を超えないように見ていきます。そうなるようにリミッターを調節してラウドネスメーターのショートタームとロングタームが-9から-12の間くらいで動き、実際の音が歪んでいなければ十分に音圧が稼げていると私は判断しています。音を聞いてみて、もしどこかに歪みがあるようでしたらミックスがうまくいっていないということになりますので、リミッターを切ってミックスバランスの段階に戻って調整し直します。すべての音を出した状態で再生をしてみます。再生した範囲が短いのでロングタームが-16ですが、全部再生した時は-12になりますので、十分に音圧が稼げている状態になっています。VU メーターは実機のものもありますが、プラグインで使用することのメリットとデメリットを挙げてみました。設定が楽です。トラックに挿入するだけで使うことができるようになります。実機のように電源を入れる必要もないです。キャリブレーション設定をする必要がない。実機の場合だと自分が求める数値に針を合わせるためにキャリブレーションをします。これがなかなか大変な作業になります。ディスプレイ上の好きな位置に表示させられる。プラグインの VU メーターはディスプレイ上であれば好きな場所に移動することができます。作業中のトラックの横に表示させれば目線の移動が少なくて楽になります。安価。プラグインの VU メーターは意外と安く手に入ります。実機の VU メーターはとても高価です。針の動き。ここに表示しているのはスタジオ1に付属する VU メーターです。使用するプラグインによってはチカチカして見づらい場合があります。音を出して動きを見てみます。悪くはありませんが、ウェーブスの VU メーターと比べてしまうと針の動きがチカチカして見づらいです。ヘッドルームの設定。ヘッドルームの値が固定されているプラグインもあり、場合によっては自分の好きな値に設定ができません。スタジオ1の VU メーターは0、6、12、18の中から選ぶ形になります。例えば私が設定したい
Q がありませんので使うのが難しい時があります。いかがだったでしょうか。もちろん VU メーターだけではミックスは完成しませんが、私は楽曲をミックスしている間はいつも VU メーターを表示して基準の一つとして確認するようにしています。まだ VU メーターを使用したことのない方はぜひ導入してみて自分なりの使い方を研究してみるとミックスの完成度が上がると思います。次回は使用し始めてから約1ヶ月ほど経ったルーペデックのソフトウェアの使い方を自分の備忘録も兼ねて見ていきたいと思います。購入を検討しているけれど使い方がいまいち想像できないという方や、購入したけれどあまり使用していないという方の参考にしていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。